皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修一です。今回はですね、将棋王座指し対局の解説編をお届けいたします。戦型が今回角換わり戦ですね。角交換のね形に進んだんですけれども、通常形とはちょっとね違った形、お互いにね似た形なんですけれども、少しずつ形の違いがありまして、その形の違いにね注目していただきながら、変化などもね解説していきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね早速対局の振り返っていきたいと思います。本局私の先手番で7六歩、3四歩、2六歩に3二金と、やや変化球といった感じですね。で私は2五歩と伸ばした手に対して3三角とね、この手が、今回相手の方のね作戦の一つですよね。これに対してね、実戦は注文に乗るような格好で同角成で取ったんですけれども、4八銀とかね上がって、仮に4二銀なら6六とかね、違ったも全く6六では4六もありますし、全く違った将棋になることもありますね。実戦は一番シンプルに私は3三角に対して同角成と交換しました。でこの同角成に対してもね、同桂と同金、2つあってですね、実戦は同金だったんですけど、同桂という取り方もね、もちろん考えられますよね。でこれですとね、先手側は2四歩と突く手がいつでもねこの2四歩からの歩交換が基本的には権利になるので、駒をね、例えば実戦のように8八銀と上がるとか4八銀とか上がるとかして、駒組みを進めた後にね、桂馬の歩を交換してその歩で桂馬の頭を狙ったりとかね、そういった将棋になっていきます。全くね違ったガラッと違った将棋になっていきます。実戦は同金と金で取りました。これですとね2四歩からの歩交換はないのでね、先手8八銀という形に上がります。でここでですね2二飛車と回ればですね、古くからある坂田流向かい飛車と言われる形ですね。金を軸としてちょっと力強い指し方ですけれども、場合によっては2四歩同歩同金とね反撃してくる。以前ね多分1回か2回か村チャンネルでやってると思います。この坂田流向かい飛車にね戦ったことがあると思うんでね、ぜひぜひそちらとね合わせて見ていただければ、そちらの動画を参考にしていただければなと思います。実戦はここで4二玉と上がったんですね。でですね、3三同金と取った形で居飛車にすると、以前ですとね、もう私は本当なんていうんですか、子供の時に将棋を覚えたての頃からずっとですけど、あんまりいい形とされてなかったんですよね。金が3段目に上がる、3段目ってのは上から見て、自陣から見ると3段目なんですけど、上がった形で悪い形だよとねされていたんですよね。ただ近年AI 将棋ソフトですね、コンピューター将棋がかなり進歩しまして、意外とねこの金が3三金型でも戦えるよっていうね考え方がね出始めてきているんですよね。ということなのでね、あまりねなんていうんですかね、かなり力が必要なので覚えたての方にはあまりお勧めできないんですけれども、こういう形もね最近あるよと。ただこの形をじゃあどう咎めるのかっていうのはね本局のね、先手側のテーマになるわけですね。で4二玉は居飛車なので、私もね、駒組みを、進めていきます。4八銀と上がって3二玉、4六歩、2二玉、4七銀と、3六から3七銀って形もあるんですけどね、本局は腰掛け銀を目指しました。で4七銀に対して3二銀、これがねちょっと金銀逆形とね言われるんですね。はい、3二銀に6八玉、8四歩、7八金、8五歩で7七銀。そうですね、逆形逆形ってどういうことかというとね、この先手の形、これがもう本当に後形とされてるね、今でも一番オーソドックスな角換わりになった時の形ですよね。金銀の形、金と銀がねご覧いただくように逆になってるんですね。これがどれぐらい響くかってことなんですね。どれぐらい違うのかで、7七銀に対して、4四歩と引きまして、3六歩で5二金、1六歩、この辺りはね、すぐに速攻というのは難しいので、少しずつね駒組みを進めながら陣形の整備ですね、1四歩と受けて3七桂と、そして9四歩、9六歩で7二銀と、これ7二銀っていうのはちょっとねちらっと牽制してきた手で、ただ銀を動かしただけに見えるんですけど、例えば7九玉と引いて8三銀8八玉とかね、後手の形を見ないで王様が囲うと8四銀と上がられて、結構これ棒銀がねいきなりぶつかってくることあるんですね。9五歩と同銀でね、王様が、こちらにいるよりこっちに入っちゃったことでかえって棒銀と近くなっちゃうっていうね、将棋は難しいですよね。囲いに入っても棒銀に近づいちゃうってことがあるので、もちろんね王様を引いていくと棒銀がちらっとね私は見えたのでね、先に陣形の攻撃陣の方の整備ですね、2九飛車と、これはどういうことかというと、同じように
8三銀なら王様を囲わずにね、例えば4八金8四銀5六銀と出ましてね、これで例えば9五歩同歩同銀ならまあ一例ですけれど同香に4五歩とね反撃すると、まあこういう感じになった時にどうですか、王様はねこっちいた方が安全ですよね。ここにいるともう角でいけない王手もありますしね、飛車寄られちゃって攻められちゃうかもしれないです。王様ここにいるとね楽ですよね。まあこうやって戦おうと、まあこれもまあいい勝負ですけどね、まあ、こういうイメージですよね、イメージ。まあ実戦はまあおそらくまあ推測ですけどね、相手の方も私がね2九飛車と引かないで王様引いてたら棒銀してたと思うんですけど、2九飛車だったんで6四歩とついてね、まあ腰掛け銀に戻りましたね。戻りましたというかね、棒銀じゃない形に進みました。で6四歩に、4八金で6三銀と、そして5六銀に、さあ次の手がねまたちょっと変わった手でしたね。まあこれ5四銀と対抗しておくのもね普通ですけどね、まあこれはまた違った、まあこれもどこかで4五歩と攻める感じになるんですけど、違った感じになったかなと思います。はい、実際は5四歩とねついたんですけどね、ただねこれはねここの7一角のラインが出てくるんで、角交換に歩をね5筋の歩を突くなっていうね角が実はあったりします。角交換の時にここの歩を突くと角のね打ち込みの隙ができますよっていう格言で、まあ具体的に言うとやっぱり7一角のラインですよね。まあ実際もちょっと7一の角のラインにまあ相手の方は苦労したので、まあ5四銀型の方が無難だったかもしれないですね。まあこうやっておけば7一角という筋はね歩で止まってますからできないのでね、まあちょっとした形の差なんですけどね、実際5四歩だったんでややまあ危険な駒組みになったかもしれないです。で、5四歩に対して私は4五とすぐ仕掛けましたね。これなぜ危険かっていうとね、例えば同歩と取ると普通に同桂と飛びましてね、金取りで金取りで金が逃げる場所2つなんですけど、まあ4四に逃げますとねこれ一番分かりやすいですね。5一角7一角取ってこれはもう途端に先手、優勢ですね。まあもう飛車が逃げれば金取れる、まあ6二飛車取れば、飛車角交換と思いきやまあ飛車取ってもいいですし5三桂成というもっと洒落た手があってね、まあものすごくうまくいきますね。こんなうまくはなかなかいかないんですけど、はいですのでね、まあ、4三金とやればなんていうんですか、今の変化ないですけど今歩持ってますんでね、先手ねこれ4四歩と先着できるんですね。これ後手の方からこうやられちゃうとまあ攻め無理筋で終わっちゃうんですけど、ここに4三金に対して4四歩先に打てるんですよね。これ同金なら角打てと同じになっちゃうんで金引くしかないですけど、これはね桂馬大威張りですね。桂馬大威張り、普通に2四歩同歩同飛車からね歩を交換しといてね先手十分です。はいですのでねちょっとこの5四歩がどうだったかなっていうのはそういうことですよね。まあ実戦は、4五歩に対して4三金上がるとね上がってね受けたんですけど、これがね面白い格好ですね。もう繰り返しですけど矢倉だとこうですからね、皆さんね矢倉だとこうです。これね金が2枚上に出てるっていうのがまあどう違うのかね、これ結構違うんですよね。まあこれ実はねすぐ攻めてもよかったんですけどね、すぐ攻める手もあったと思います。すぐ攻めても、まあ、先手まあまあいけたと思うんですけどね、まあ実戦はまあこの4三金に対してね7九玉と一回ね囲いに行きました。まあこれに対してね4五歩でしたらまあ同桂から攻める手とあとね7一角と打って馬を作る手もね皆様に覚えてほしい手筋ですね。7二飛車に2六角成とここに馬ができるとね非常に手厚いんですね。次に1五歩同歩同香とかね3五歩から歩を取ったりとか幅が攻める幅が非常に大きくなるんで、ここに馬を作る形ぜひね皆さん覚えてください。まあ実際はね相手の方は4五歩をねぶつかったまま7四歩とついてね、まあ、反撃含みですよね。でですねまあここも地味なんですけどね、すぐ攻めてもいいんですけど7四歩これ7三桂通ってきそうなんでね一回こう6六歩と突きまして、で、7三桂とねまあこれもすぐ攻めてもあったんですけど、ね、7三桂を待って攻めたんですよね。でこう7三桂の形というのは、まあ、攻撃のね、まあ、自然な形されるんですけど角を持ってる時はこの桂馬って狙いやすいんですよとてもね。ですのでここでまあすぐ攻めても先手十分なんですけど一回まあ歩を突いてね、まあ、7三桂を待って攻めることによって攻め筋がね広がるよってことですよね。まあこれ8八玉と上がってねもう一手待つ手もあるんですけど、これはもしかしたら欲張りすぎになるかもってことですね。具体的に言うと例えば6五歩と攻めてきて、まあ、同歩に、まあ、仮にですけどね5五歩と突いて同銀に、まあ、6五桂とかね、まあうまくいくか分かんないんですけどね後手の方が攻めてくる手が一応考えられるんですね。考えられる。まあもちろん入ってきても自然なんですけど、私の方としては7三桂を待ってね攻めにかかりました。実際は7三桂に4四歩と取りまして、さあこうずっとぶつかってたところなんですけど、実は取り込んだだけでねこの金銀逆の差が出るんですよね。これね金銀逆ですと
まあいわゆる通常形と言いましょうか、今回ね。通常形ですとこれ同銀って取るのがね、まあ味のいい受け方というかね、シンプルな受け方なんですよね。でこれ仮に4五歩と打ってもまた3三銀って戻ればね、もちろん馬を作るような手はあるんですけど、すぐに潰れるってことないですよね。ただしこれ金2枚ねこう並んでる格好っていうのはこうね同金とこう取りにくいんですよね。まあ取ってもいいんですけど、取ると今度4五歩と打たれた時に、まあ、当然ですけど金は戻りにくいんですね、銀と比べてね。これも駒を損しないようにする、これしかないですね、これしかね、5五金。ただこれは同銀と取って、まあ、攻めの銀との交換になっちゃいますよね。同歩にまあ一例ですけど、例えばここにまた4四歩とついてね、同金なら7一角というおなじみの筋ですね。皆さんぜひ覚えてください。これ角打ってね、角換わりこう両手ずつやるんでね。でまあ、金が引けば例えば4五桂と取ると。まあこれ先手好調ですよね。まあ5一角と打つ手がね、実はね狙いとしてはこれもあるんですね。まあすぐ打ってもいいかな、ここでね。すぐ打ってもきついですね。こう打ってね、これ何気ない桂取りなんですけど、これ受けにくいんですね、これね、桂取り。まあ、寄ると例えば、まあ、金を打つとかね。なんか結構こうごちゃごちゃ攻められちゃうとね。なので、まあ4四歩と取り込まれただけでね、金銀逆の形がね、実は響いてくるんですね。ということで実際同金直と取ったんですが、4五銀とシンプルにぶつけましてね、どうでしょうね。まあ3三金形っていうのはまあ最近見直されてきてるとは言ったんですけど、この局面自体はね先手ペースだと思います。やはりちょっとこう、まあ5四歩とついた手がどうだったかということですね。5四銀とこう仕掛ける形は良かったと思うんですね。これね7一角のラインがきつすぎて、まあ受け止めるの相当大変です。まあ実戦はここでね6二角という、まあ、非常に粘り強い手で、まあこれは強い人じゃないと打てない手ですよね。とてもじゃないけど、普通は同金と取りたいんですけど、同金は同金と取られて4四金はやっぱ7一角がありますし、金を寄るというのがあって、これねいっぺんに壊滅しちゃうんですよね。金引いたら7五一角、むちゃくちゃもう普通に先手攻めていくだけでね。なので現状これは5一角と7一角の2つの角のラインがあって相当受けにくい。そこでまあ金ここですね、すみません、相手の方は6二角とね、それを見切ったってことですよね。だから相手の方は非常に強い方ですよね。これここに角打つのはね普通はできない手なんですけどね、受けとしては最善だと思います。ただし今回はね、普通に、2四歩とついて、まあ、同金だとこれも2四歩と打たれちゃうんですね。これも金の弊害ですよね。金銀逆ならこれしつこいようですけどね、しつこいようですけど、金銀逆なら銀で取って5五歩はもちろん戻れますから、金で取ってるのでね、2四歩に同金ととりあえず同歩となるわけですよね。まあこの辺も大きいとこです。そして4四金と4四銀と取りまして同角と。同金でしたら、まあ、4二金と打って攻めてくる手もありますかね。ベタっと打ってね、相手のね駒の、四角をついてね、まあ、ただこれ3一玉打つような手もあったので、まあ、同金もあったかなと思いますね。この場合実戦はまあ同角と取ったんですけど、まあもちろんね同金じゃ角は使えないんでね、角で取りたいんですが4五桂と飛んで、まあ、シンプルな桂飛びなんですけど、この手がね実は結構厳しいんですよね。まあ実戦はね8六とついたんですけど、まあ、4三金と寄ってね受かればいいんですが、この時にね5一角ね7一角消えてるんですけど、こっち打つ手がめちゃめちゃ厳しくて桂取りがね受けにくいんですよ。まあ7二飛車とか寄れば今度はね8三金と打つような手でね駒が取れるわけですよね。飛車が逃げるわけ、馬を取る。でまあ6二銀と打てばまあ受かるんですけど、2四角成となって2三歩に4六馬、どうですかね。まあこれはすぐに潰れたよってわけじゃないですけど、この銀がもう辛すぎますよね。まあもちろんこっちに銀打っても桂取りする、まあこれでもいいんですけど、どっちにしろこう銀打っても馬になって自陣に戻ってきてね、桂馬もさばけていて、これははっきり先手が優勢ですよね。はい。ということでちょっとねこれ後手の形繰り返しなんですけど咎められちゃってるかなっていう感じですね。で実際はね8六ついたんですけど、まあ単に寄った方が良かったかもしれないです。実際は8六歩同歩に、まあ、金寄ると角打たれちゃうんでね2三金と寄ったんですけど、まあ、この時にね5三角と打つ手もあるんですね。5三角と打って今度は4三に金がいないで中央を捨てるんですよね。これで同角同桂成、これも先手大優勢ですよね。大優勢、銀取りでね銀が逃げたりすればまあ4二成桂って感じで攻めていけばね先手大優勢です。ただこれはねもっといい手がここでできちゃったんですね。もっといい手がここでね歩をもらったのでね2五歩という手がもっといい手になっちゃったんですね。これ2五歩と打って角でもいいんですけど2五歩、まあこれはまあ取り込まれてひどいで同歩と取ったんですけど2四歩と打ってね、
この角ですよね。まあ実際これが痛かったですね。この手がこの歩が入ってないとね、この打つ歩がないんで5三角と打つ感じになったと思うんですけど、この歩が入っちゃったんでね、まあ歩を打ってね、次のね5三角でない厳しい攻め筋が生じてしまったということですね。まあ実際同金なんですけど、1三金と逃げてもね、2五飛車と走っておいて、これもねとっても厳しいですよね。次に、ここに角打つラインがあるんですよね。ここで金銀でバラして4一角という形がありますし、まあこうやっておいてから5三角と打っていってもね、破壊力は全然違いますよね。ということで実戦は2四歩に同金と取ったんですけど、まあ、これはね決まりましたね、技がね。5一角と打ってね、まあ定石書などとかでしたらね、これでもう木技が決まって、まあ、先手優勢でね終わるような形ですよね。まあ、ここからね、まあ、相手の方も8五桂と。ただこの桂はね勝負手ですよね。どうせ取られるのは同歩と取って同飛車とねさばこうと。まあ、私は2四角成と取りまして、7七桂成同金と。まあ、やはり金がね2枚持ってますから先手優勢ですよね。でここで、相手の方は、2三銀打ちと。そうですね、これでも粘り強い手でしたね。これを打たないとね結構まああっさりね、まあ例えば4二金とかが打てればね、まああるいは3四馬と寄るとか、まあ3四馬もきついですかね。こういう手ができればもうあっさり寄りですね。これ銀受けても2三歩とか打てるんでね、同銀なら銀を取る、玉を引けば金打って追っていくとかね、すぐ寄りなんですけど、相手の方の2三金打ちはとっても粘り強い手ですね。はい。これでね、こっちを取るともあるんですけどね、こっちを取ると2四歩と打たれた時に、まあ、ちょっと後手の形良くなっちゃうんで、あえてね歩を取らずに5一馬とこっちに入りました。で、7五歩とね反撃してきた手に対してね、これに対しても同歩と取っておいて、実はこの歩はね利かされてるようですけど、歩を取るとこの歩打つ手がめちゃめちゃ厳しいんですね。わざと取らない効果ですよね。はい、馬でこう取っておいちゃうと歩打たれちゃうんでね。でまあ7五歩突かないと後手もねこう歩を渡さなければって言うんですけど、手が難しいんですよね。まあ、ちょっと反撃したんですけど歩で取っておいて、まあ、実際はここでね8一飛車と。でも相手の方非常に強い方ですよね。こう味をつけておいて飛車を引いて、まあ、7三馬なら7二銀打ちと打って一応馬が捕まるよってことですね。さあここで、まあ、いよいよ私もね決めに行きます。駒がねいっぱい持ってますから、5六桂と、まあいろんな指し方あったと思います。実際5六桂と打ちまして、これは馬を取れば角を取ってよしと。でまあ角をね上に逃げれば6二馬と逃げればね、今度はまあ上にもありますからね、どっちもあるんですけど、まあ逃げておけば、優勢と。まあ実際2六角ときてね、まあ一瞬すると馬取り金という両取りがかかって失敗したように見えるんですけど、ここでも2四歩とひるまずに、攻めていきます。で激しく駒がぶつかってるんですけどね、取れる駒1つしかないんでね、これ今金の方取ってきても2三歩成で馬が生きてるとねもう後手玉一気に詰んじゃうんで、実戦は5一飛車と馬の方を取ってね、まあ最善手だと思うんですが、2三歩成と取りまして、まあ実戦は、同玉だったんですけど、同銀ですとね、まあ切ってからもあるんですけど、4人にね銀を打つ手が厳しい手でね、こう3三金から攻める手と、まあ飛車取りなんでねぴったり、まあ切っていく手ともうどちらもありますね。あります。実戦は同玉と取ったんですが、もう2六飛車とね、もう一気の決めですよね。まあいろんな指し方があるんですけどね、一気にと収束に向かっていきます。まあ同歩と取った手に対して、まあ飛車角銀とね相手にも、強力な駒を渡すんですが、4二角とこれがきついんですよね。飛車取りと上から押さえる手を狙ってね、まあ、これでもう技ありの形ですよね。まあ先手玉薄いと言っても、まあ、すぐ詰めの格好じゃなくてね、次2四銀からこれはね詰めろになってそうですね。はい。実際1二玉と早逃げしたんですけれども、飛車を取りまして、で2九飛車と、まあ怖いですけどね、やっぱ飛車を出すこういう反撃がね、8八玉と上がって、まあ、ここで大変の時も言ってたんですけど、また受けるだけならね、例えば4九飛車とか、まあ変な話4九金打ちとかねいっぱいあるんですけど、飛車金金銀を持つことでこの王様ね詰めろになってるっていうのをね、まあ、読み切ってるわけですよね。この王様詰めろなので合駒使わないで一手さえしのいじゃえば詰みになるよっていうのを、まあ、頭の中考えたということですよね。まあ、もちろん詰みが見えなければね、何か4九金打ちとか丁寧に受けて、まあ6二飛車みたいなね着実な攻めを間に合わせて勝つという勝ち方ももちろんあるところですね。まあ実戦はねこの金を温存して8八玉と上がりまして、7九角に対して8七玉とね、
駒を温存してね逃げるわけですね。で実戦は、8八銀と、打ってきたんですけどね、さあこれでね先手の差もかなり危なくなったんですが、ここで飛車金金銀を持ってますので、後手玉に詰みがあるよっていうのはね読み筋のねところですね。実戦は2三銀と、まあ一見すると取っかかりなそうですけどね、ここから打つのがまあ急所で、同玉ですと2五飛車と打てば次あとね金2枚持ってますからね、王様を引けばこれはベタベタ打つのが分かりやすいですかね。詰みですね。まあ、王様を1三に逃げても馬を引けば金2枚持ってますから、逃げても金を打ってね、どこに逃げても4二金という形でね、まあ、押していけば詰みです。まあ実戦は同銀と取ったんですけど、ここで2二金と今度連続の捨て駒ですよね、捨てていきます。玉を1三玉と逃げますと2三金同玉で、飛車金銀持ってますからね、これいろんな詰みなんですけど、まあ、銀を打つのも分かりやすいでしょうか。馬が効いていて、あと飛車金なのでどこに逃げても金を打って飛車を打ってという形で詰みです。ですので2二金に対しても同玉と取ったんですが、そこで、3三金と打ちます。ちょっとねすみません変化がね長くて皆さん申し訳ないんですけど、1三玉なら、銀を取りまして同玉に、まあこれもいろんな手があると思うんですけど4三飛車が一番いいでしょうか。4三飛車と打って、銀を持ってるんでね、まあこれもちょっと不安に見えますけど、相駒しても3枚引いてますから取ってしまえばいいですし、王様1二玉なら2三銀と打ってね、これも即詰みになります。王様があって、まあいろんな詰みなんですけど1四銀成が一番かっこいいですかね。1四銀成とやって両後手同玉に1五馬ね、まあいろんな詰まし方がありますけど一番かっこいいのはこれですね。はい。で、すいませんねいろいろちょっと難しいんですけどね、3三金に対してまあ逃げるのは今の実利ですね。まあ実戦は同桂と取ったんですが同馬と取りまして、これはね結構どうですか、先が見えてきましたね。王様を下に引けばまあ2二飛車と打って、まあ普通にまあいろんな詰みありますけどベタベタ打てばね詰みですね。いろいろベタベタ打って詰み、3一玉でも4三桂と打ってどこに逃げても飛車を打てば詰みです。実戦は1三玉と逃げたんですけど、今ねちょうどこっちに入った桂も2五桂と、打ちましてね、1二玉に2二飛車と、まあ実際はね最後まで相手の方が指しました。2二飛車の詰みということで、最後はね駒が余らずぴったり即詰みということで投了となりました。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね将棋を説しました対局の解説戦をお届けいたしました。はっきり言ってねちょっと難しい内容だったかもしれないですね。まあ角換わり戦というのはね本当にこう激しい変化がいろいろありまして難しいところもあったかなと思います。形が同じような形でもねちょっとずつね形が違うことによって変化が変わってくるっていうのをねぜひぜひ皆さんに、ね、覚えていただきたいと。特に、今回は、角の使い方ですよね。角をどこに打ち込めばね効果的に攻めれるのかっていうあたりもね合わせてご注目いただければなと思っております。この良かった方はグッドボタンを、チャンネル登録のもぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。